9章の箇所が人類の歴史にとって革命的な始まりであるということを理解するのは簡単なことではありません。ここにおいて人間のこれまでの神様と個人における道徳的な良心の管理体制は終わり、神様はこれ以降人間がその道徳的な責任を自分自身で収めるように、新しい道徳基準としての社会的な権威や政府の制度を与えられました。神様がノアと結ばれた契約の中にそのことに関することが出てきます。そして神様がノアと契約を結ばれたとき、神様はあなたや私とも契約を結ばれたのだということを忘れないでください。神様はすべての人間と契約されたのですから。創世記9章1節。それで神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。満ちよという言葉はここで意味が深いものです。なぜなら、大洪水の前に文明があったこと、そして今大洪水の後に文明があってしかるべきことを私たちは知っているからです。神様が最初にノアに言われたことは、埋めよ、増えよ、地に満ちよでした。種族が増えなければなりません。神様はこの命令を特別な状況の下で与えられたことを忘れないでください。今日私たちは人口の爆発的な増加の中にあります。人口過剰はかなり危険です。でもノアの場合は特殊でした。彼と彼の家族以外に誰もいなかったのです。創世記9章2節。野の獣、鳥、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。動物たちはノアを恐れている様子は少しもありませんでした。ここで動物たちは人間を怖がり恐れるようになります。でも人間は動物の世界に対して責任があります。動物の世界に対する人間の扱いは非常に残忍なものです。人間は多くの動物を絶滅させようとしました。人間は非常に残忍な動物です。動物を人間の手から守るために政府が必要なのです。創世記9章3節。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じようにすべてのものをあなた方に与えた。今、神様は人間に新しい食料をくださいました。大洪水の前、神様は食べ物として緑の地と植物をお与えになりました。ここで神様はノアに動物を食べてよいと言われます。食べ物に気難しい人たちがいて、何を食べてよいかというようなことは、その人の個人的な宗教になることがしばしばあります。ここで神様は人間が肉を食べることを許されました。しかし神様は血を食べることをお許しになりませんでした。創世記9章4から5節。しかし肉はその命である血のあるままで食べてはならない。私はあなた方の命のためにはあなた方の血の値を要求する。私はどんな獣にでもそれを要求する。また人にも兄弟である者にも人の命を要求する。しかし神様は血を食べることをお許しにはなりませんでした。血を絞り出すのは長い苦しみの末にではなく、動物が憐れみ深い方法で屠殺され、また完全に死んでいることを示しています。動物が憐れみ深い方法で屠殺されたことを保証するために血は絞り出さなければなりません。5節。これは面白い記述ですが、私たちのように開拓地に住んでいるのでない人々にはあまり意味をなしません。でも私たちが出会う種の動物、例えば狂犬病のスカンクやオポッサム、病気を運ぶゲシ類などは人間にとって危険です。さて、新しい契約の5つ目で最後の記述は驚くべきものです。創世記9章6節。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。神様は政府に死刑執行の権威をお与えになりました。私たちが見てきた神様から与えられたこの新しい契約の中には、人間は種族を増やすべきこと、動物を保護し、支配するべきこと、新しい食料を与えられたこと、そして血を食べることの禁止です。そして死刑執行の根拠となる政府の原則を与えられました。私は死刑は正常的であり、政府の根拠であると信じています。もしその人が誰かの命を奪ったとしたら、政府はその犯人の命を取る権利があるのです。なぜでしょう。神様が人間の命を守るためにそのように決められたことは明らかだと思います。創世記9章7から10節。あなた方は埋めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。神はノアと彼と一緒にいる息子たちに告げて仰せられた。さあ、私は私の契約を立てよう。あなた方と、そしてあなた方の後の子孫と、またあなた方と一緒にいるすべての生き物と、鳥、家畜、それにあなた方と一緒にいるすべての野の獣、箱舟から出てきたすべてのもの、地のすべての生き物と。これは一節にある神様の指示の繰り返しです。8から9節。そしてあなた方の後の子孫というのはすべての人間の種族を含みます。10節。この契約には神様のすべての被造物が含まれています。イザヤはいつの日かライオンと子羊が共に伏し、お互いを傷つけたり殺したりしない日がやってくると予測しました。パウロはローマ人への手紙の中で、
私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に生みの苦しみをしていることを知っていますと言っています。神様はノアとご自分のすべての被造物とこの契約を結ばれましたが、それはこの地上に神様の御国が来る時までです。創世記9章11から13節。私はあなた方と契約を立てる。すべて肉なるものはもはや大洪水の水では断ち切られない。もはや大洪水が地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方、およびあなた方と一緒にいるすべての生き物との間に、私が世々永遠にわたって結ぶ契約の印はこれである。私は雲の中に私の虹を立てる。それは私と地との間の契約の印となる。これは神様の約束です。神様の目的はこの地を二度と洪水で滅ぼさないということです。地球に対するこの次の神様の裁きは火による裁きです。ペテロの手紙の3章にそのことが書かれています。この後の数節に契約の全容が書かれてあり、私の意見では契約の霊的な意味が本当に書かれていると思うのです。この契約はある意味で聖霊典のようなものです。目に見える印に付加された約束によって聖霊典になるのです。12から13節。虹は多かれ少なかれ聖霊典、つまり契約の印です。創世記9章14から17節。私が地の上に雲を起こすとき、虹が雲の中に現れる。私は私とあなた方の間、およびすべて肉なる生き物との間の私の契約を思い出すから。大水はすべての肉なるものを滅ぼす。大洪水とは決してならない。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そう。こうして神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に立てた契約の印である。神様は神様ご自身がこれを見て、神とすべての生き物、地上のすべて肉なるものとの間の永遠の契約を思い出そうと言われたのです。あなたが虹を見るときはいつでもこのことがあなたの励ましになるはずです。17節。これこそが神様がノアとだけでなく、この地上のすべて肉なるものとの間に結ばれた契約です。虹は聖霊典と呼ぶことができるといったことをもう一度ここで繰り返します。なぜなら聖霊典は付加された特定の約束の目に見える印であるからです。筋越の食事、燃える蛇、ギデオンの羊毛、そして私たちの時代においては、バプテスマと主の生産がそのような印です。創世記9章18から21節。箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであった。ハムはカナンの父である。この3人がノアの息子で、彼らから全世界の民は分かれ出た。さて、ノアはブドウ畑を作り始めた農夫であった。ノアはブドウ酒を飲んで酔い、天幕の中で裸になっていた。この章の残りには非常にがっかりすることが書かれています。大洪水で罪人たちがみんな死んだ後、箱舟から人が出てきました。では、もうこの地上に罪がないということを意味するでしょうか。さて、それでは見てみましょう。モーセがこの記録を書いていたとき、イスラエルの人々はカナンの地に向かって旅をしていました。カナンの人々に対する神様の裁きについて聞くことは、彼らにとって励ましになりました。19から21節。ここにノアの罪が記録されています。押しも押されもせぬ事実はノアが酔っ払っていたということです。そしてそれは罪です。この時が新しい世界の始めでしたが、そこにはまだ古い罪があったということです。創世記9章22から24節。カナンの父ハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げた。それでセムとヤペテは着物を取って自分たち2人の肩にかけ、後ろ向きに歩いて行って父の裸を覆った。彼らは顔を背けて父の裸を見なかった。ノアが酔いから覚め、末の息子が自分にしたことを知って、ここでノアの契約の一部となった神様がノアを通して言われることに注意してください。創世記9章25節。言った、呪われよ、カナン、兄弟たちのしもべらのしもべとなれ。神様が呪われよカナンと言っておられることに気づいてください。神様はハムに呪いをかけられたのではありません。非常にはっきりした目的があってカナンが名指しされているのです。結局のところ最初の2つの偉大なバビロニア文明もエジプト文明もハム語族の文明なのです。この物語はイスラエルの人々に神様がすでにカナンに呪いをかけられたことを知らせました。そこで神様はここに肉の弱さを暴露した堕落した人間の物語を書かれたのです。ノアがしたことはひどいことで彼はそれに言い訳はできません。それはノアの肉の弱さですが、それでもノアは救われています。創世記9章26から27節。また言った、褒めたいよ、セムの神、主よ、カナンは彼らのしもべとなれ。神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らのしもべとなれ。先にも言いましたように、モーセがこの啓示を神様にいただいたとき、モーセはイスラエルの人々をカナンの地に導いていました。イスラエル人はセムの子孫です。創世記9章28から29節。ノアは大洪水の後350年生きた。ノアの一生は950年であった。こうして彼は死んだ。